私の名前はマキ。夫のリュウタと二人で暮らしながら在宅で仕事をしている。夫はごく普通の会社員で優しい性格に惹かれて結婚した。結婚してからも優しい性格は変わらず、喧嘩をすることもなく仲良く暮らしている。私の両親も夫のことを気に入っていて、実家との仲は良好だった。しかし、義実家との関係は結婚後悪化の一途をたどっていた。夫の父親は結婚する前に病気で他界していて、義実家には義母が一人で暮らしていた。義母は結婚する前から世間体ばかり気にするところがあり、育ちや学歴で人を判断するタイプ。初めて会った時も第一声が、どこの大学出身？という質問だったことはよく覚えている。私が千葉にある大学に通っていたことを話すと、義母は馬鹿にしたように笑った。それからというもの、夫のいないところで学歴について嫌味を言うようになった。私は自分の学歴を誇りに思っていたが、人に自慢するために一生懸命勉強したわけではない。特に学歴で人を判断するような人には、出身大学について詳しく話す気にはなれなかった。夫もそんな私の性格を知っているので、義母が学歴の話をしても、私の学歴について話そうとはしなかった。私が義母に苦手意識を持っていることを知ると、夫は私と義母を会わないよう考慮してくれた。それが気に食わなかったのか、義母はお盆やお正月に顔を出すたびに嫁いびりをするようになった。お正月に義実家に行った時のこと、食事の支度を手伝っていると、義母が早速嫌味を言ってきた。マキさんの作った味噌汁、味が濃すぎるわね。すいません、少し薄めますね。学歴がない人って、ほんと何もできないわよね。まったく、竜太ったら、あなたなんかのどこに惹かれたのかしら。夫は関西の大学出身で、留学していたこともあり、英語がペラペラだ。義母はそれが自慢のようで、頭のいい息子がなぜ私なんかと結婚したのかといつもぼやいていた。久しぶりに会ったこの日も、二人っきりになると学歴の話ばかり。大学の名前も言えないなんて、本当に大学卒業してるんでしょうね。実は高卒なんじゃないの？違いますけど。もし嘘だったら離婚させてやるから。だから違いますって。本当かしら？あなた、英語は話せるの？さては、息子のお金目当てで結婚したんでしょう。はぁ。私は義母の嫌味に何とか耐え、一緒に夕飯を食べてから帰宅した。家に着いた頃には疲れ切っていて、夫が申し訳なさそうにいたわってくれた。お正月に嫌味を言われたことで、私はますます義母が苦手になった。次はお盆まで会うことはないと思っていたのに、お正月休みが明けるとすぐに義母から連絡が。もしもし、マキさん、今大丈夫？はい、どうしました？あなたの銀行口座の情報を教えてくれない？何に使うんですか？そんなのあなたに関係ないでしょう。いくらお母さんの頼みでも、竜太に聞いてからじゃなきゃ教えられません。あなた、私を信用してないの。そうじゃありません。でもさすがに口座番号を勝手に教えるわけには。私が夫に聞いてから折り返すと言うと、義母は激怒して電話を切った。私は義母に不信感を抱き、夫に話してみることに。夫に電話の内容を説明すると、義母からは何も聞いていないとのことだった。何に使うつもりだったのか確認するために、夫から義母に電話してみることに。夫が義母を問い詰めたのだが、義母はそんな電話はしていない
と嘘をついた。ますます怪しいと思ったが、口座番号を教えたわけではないので、とりあえず様子を見ることに。1ヶ月後、夫の祖父が入院したとの連絡があり、病院に行くと、病室には義母の姿が。義母とはあの電話以来連絡を取っていなかったので、私の顔を見た瞬間、ふてくされたような顔をした。夫が祖父と話していると、義母が私の耳元で小声で、口座番号早く、と言った。何に使うつもりですか？いいから教えなさい。教えられないなら、働いて私に仕送りしなさい。仕送り？専業主婦で怠けてる暇があったら、働いて私に尽くしなさいと言ってるの。なんでですか？つい私が大きい声を出すと、夫が、どうしたの？と聞いてきた。すると義母は、なんでもないわ。と一言。帰り際にも義母は夫に聞こえないように耳元で仕送りの話をしてきた。学歴がなくてもパートぐらいできるでしょ？いい大学を出てるわけでもない役立たずのあなたを嫁にもらってやったんだから、仕送りでもして私に恩返ししなさい。学歴と言って人を見下す義母にうんざりした私は、帰りの車で夫に相談。仕送りの話をすると、夫は申し訳なさそうに相手にしなくていいと言ってきた。これからは電話も出なくていいというので、私は義母と距離を置くことに。1ヶ月後、義母からは何度も電話が来ていたが、夫に言われた通り電話には出なかった。どうせ仕送りの話だろうと思い、気にせず過ごしていたある日、知らない番号から電話が来たので出てみると、相手はリフォーム会社だった。身に覚えがなかったので、間違い電話かと思ったのだが、要件を聞いて驚いた。なんと、義母が義実家のリフォームをするそうで、費用を私の口座から引き落とすと言っているという。契約の際に私の通帳を持ってきて、すでに契約書を記入したらしい。もちろん、契約者本人ではない人の口座で勝手に契約することなどできるはずがない。そのことを義母に何度伝えても納得せず、何としてでも私の口座で契約しようとしたらしい。困ったリフォーム会社の人が、私の電話番号が必要だと義母に伝えると、すんなり教えてくれたという。そしてリフォーム会社から私に電話が来たというのが経緯だと知った私は、義母に強い憤りを感じた。契約の話など聞いていないと伝えると、悪質なので警察に通報してもいいかと聞かれた。さすがに警察沙汰にするのはまずいと思い、一旦電話を切って夫に相談。義母のしたことを話すと、普段温厚な夫が珍しく怒りをあらわにした。母さんがしたことは立派な犯罪だ。リフォーム会社の人も悪質だって言ってた。そもそもどうやってマキの口座番号を入手したんだ？それがわからないの。俺は教えてないよ。私も教えてない。やっぱり、警察沙汰にしてもらおう。夫はそう言うと、自らリフォーム会社に電話し、警察に通報してもいいと伝えた。警察から事情を聞かれた義母は、さすがに嘘はつけなかったようで、事実をすべて話した。なんと、義母は私と夫がいない隙に家に侵入して、私の通帳を勝手に見たというのだ。家の合鍵は何かあった時のためにと、夫が祖父に渡していたものを使ったらしい。勝手に家に入って口座番号を盗むなんて、泥棒と同じじゃないかと言って、夫は激怒。警察の事情聴取が終わると、すぐに義母に電話した。おい母さん、どういうことだよ。ちゃんと説明しろよ。それはこっちのセリフよ。親を警察に突き出すなんてどうなってるの？
母さんがしたことは犯罪だぞ。警察に通報されて当然だろ。犯罪なんて大げさなこと言わないでよ。私はただ家のリフォーム代を払ってもらおうとしただけよ。許可もなくそんなことするなんてありえない。大した学歴もない女を嫁にしたあんたが悪い。結婚を許してやったのに何の恩も感じていないし、リフォーム代ぐらい払ってくれてもいいでしょ。そう言うと、義母は勝手に電話を切った。夫はもう自分も義母とは関わらないと言い、それ以来本当に疎遠になった。義母と連絡を取らなくなってから1年が過ぎ、私たちの生活にすっかり平和が戻った。その間にも祖父のお見舞いには通っていた夫が、ある日、仕事帰りに病院に寄ると、悲しそうな顔で帰宅した。おかえり、どうしたの？今日病院行ったら、じいちゃんがもう喋れなくなってた。そっか。先生もそろそろ覚悟しておいてって。夫は昔から気が強くてわがままな義母より祖父に懐いていたので、かなりショックを受けている様子だった。私はそんな夫を元気づけようと必死で支えたが、3日後に祖父は帰らぬ人となった。いくら義母とは関わりたくないとはいえ、大事な人の葬儀に行かないわけにはいかない。祖父の葬儀で、私たちは久しぶりに義母と会うことに。葬儀には私の両親も出席することになり、急遽駆けつけてくれた。生前、建設業を営んでいた祖父は知り合いが多く、大勢の人が祖父との最後の別れに駆けつけた。無事に葬儀が終わり、親戚が集まってお酒を飲んでいると、義母がみんなの前でお礼を言い始めた。夫も一緒にお礼を言うと、突然義母の顔つきが変わった。あなたはいいから黙って座ってなさい。なんでだよ。あなたたちのせいでリフォームできなかったのよ。まったく、どの面下げてここに来たのかしら。祖父の葬儀の日に喧嘩をするわけにもいかず、夫はぐっとこらえて義母を無視した。すると義母はさらに煽るようなことを言い始めた。専業主婦で怠けてる嫁の肩を持つなんてありえない。いつからそんな風になったの？マキは専業主婦じゃないって何度言ったらわかるんだ。毎日家にいることぐらい知ってるのよ。在宅で仕事をしてると言ってるだろう。大した学歴もない人が在宅で稼げるわけない。千葉の大学ってどこなのよ。どうせ二流三流の大学でしょ。義母のその言葉を聞いた瞬間、それまで黙っていた私の父が驚いた様子で口を挟んだ。ちょっと待ってください。二流三流の大学？うちの娘が？父がそう言うと、夫もそれに便乗し始めた。マキが学歴は自慢するもんじゃないって言うから、母さんはマキがどこの大学出身か知らないんです。父と夫の会話を聞いていた義母が、どういうこと？と言って私を睨んだ。すると私に代わって父が答えた。うちの娘は東大の柏キャンパスに通ってました。東大出身の娘をバカにするなんて信じられない。娘がどれだけ努力して大学を卒業したかわかります？父の言葉を聞いて、義母は目を丸くして黙り込んだ。そんな義母に対し、夫はそれまでの不満を一気にぶつけた。母さんの人を学歴で判断するところが昔から嫌いだ。あと、専業主婦を怠け者だと思っているところもね。マキは起業して、リモートで学習塾を経営している。ちなみに、収入は俺の倍だ。マキは俺のプライドを傷つけないために隠してたんだ。
そんなことも知らずに嫁いびりするなんて。だって知らなかったんだから仕方ないでしょ。そうならそうと言えばよかったじゃない。隠してたそっちが悪いのよ。そんなことより、そんなに収入があるなら仕送りしてよ。リフォーム代だって余裕で払えるでしょ。マキさん、これからもよろしくね。突然手のひらを返した義母に、とうとう夫の怒りは爆発。いい加減にしろよ。母さんはマキのことを何だと思ってるんだ。嫁が姑に尽くすのは当たり前でしょ。それができないなら嫁失格よ。もういい。母さんとはもう親子の縁を切るよ。親子の縁を切る？もう大好きだった父も祖父も亡くなったし、母さんとは金輪際関わらないから。はあ？今まで育てた恩をあだで返す気？その恩を台無しにしたのは母さんだろ。夫はそう言うと、義母が家に不法侵入して私の口座番号を盗んで警察沙汰になったことを暴露。それを初めて知った夫の親戚も私の両親も驚きと同時に怒りをあらわにした。夫の親戚が義母に自分の口で全部説明しろと言うと、義母は逆ギレしながら悪びれた様子もなく説明。家が古くなったからリフォームして何が悪いの？実の息子の家に行っただけで不法侵入？くだらないことで警察沙汰にするんじゃないわよ。義母がみんなの前で性悪な本性をあらわにすると、その場にいた全員がドン引き。するとそれまで黙っていた私の母親が静かに口を開いた。学歴を気にする前に、あなた自身常識を知るべきです。いくら家族でも勝手に口座番号を盗むのはダメでしょう。そんなこともわからない人に娘を任せるわけにはいきません。ああ、そういうあなたはどこの大学出身なのよ。私のことを見下したようなこと言うなんて生意気ね。この後に及んでまだ義母が学歴の話をしてきたので、私は言ってなかった事実を告げることに。私の両親は二人とも東大出身ですよ。え？嘘でしょ？だってあなたは一般家庭で育ったって龍太が。父は医者です。医者？そんなの聞いてないわよ。昔、お金目当てで犯罪に巻き込まれたことがあって、それから父は自分が医者であることを隠してます。夫の母には本当のことを言おうか悩みました。でも、今になって言わなくてよかったと思ってます。金輪際、私の家族には近寄らないでください。そんな、これからも仲良くしましょうよ。さっきまでの発言は全部忘れてちょうだい。言ってることが二転三転する義母に呆れた夫は、その場で絶縁を宣言した。その場にいた全員が呆れた様子で立ち去ろうとすると、義母は、騙されたなどとわめいて泣き出した。しかし、そんな義母を相手にする人は誰もいなかった。それからしばらくすると、夫のもとに弁護士から電話が来た。祖父の遺産に関する要件だった。祖父は亡くなる前に遺言書を作成していたそうで、遺言書によると、お金はすべて夫に相続するとのこと。義母には土地を相続すると書かれていたそうだ。それを知った義母は納得しなかったという。なぜなら、祖父が所有する土地はすべて地方の山なので、売ってもお金にならないし、使い道もない。それを知った上で義母に相続したということは、祖父も義母のことをよく思っていなかったに違いない。夫を逆恨みした義母がしつこく連絡してきたが、
もう絶縁したので電話はすべて無視した。私にも何度も電話が来たので、夫の指示で着信拒否することに。徹底して義母を無視していたある日、激怒した義母が再び事件を起こすことに。夫が仕事に行った後、家で仕事をしていると、玄関のチャイムが鳴った。モニターを見ると、玄関の前には義母の姿が。すぐに夫に電話すると、急いで戻ると言ってくれたので、夫が来るのを待つことに。私が応答せず、居留守を使っていると、玄関の外で義母が大声で騒ぎ始めた。ちょっと、マキさん、いるんでしょ？居留守使ってないで、出てきなさいよ。それでも私が沈黙を貫いていると、義母は暴言を吐きながら玄関のドアを叩き始めた。あんたのせいで、私の人生めちゃくちゃよ！息子を返せ！怖くて廊下に座り込み、震えていると、玄関のドアに備え付けられた郵便受けに何かが投げ込まれる音が。その瞬間、廊下に煙が充満した。義母が投げ込んだのはなんと、火のついた着火剤と新聞紙だった。私はパニック状態になり、慌てて郵便受けに水をかけたが火は消えない。水をかけても無駄よ！新聞に油を染み込ませたからね。なんでこんなことするんですか！姑を馬鹿にした罰よ！私が必死に消火していると、ようやく夫が戻ってきた。何してるんだよ！マキ、大丈夫か？夫は義母を取り押さえて、すぐに警察と消防に連絡。幸い玄関のドアが焦げただけで済み、私は無傷だった。しかし、放火の容疑で義母は逮捕されることに。警察の取り調べで、義母はいつものように逆ギレした。その結果、義母は刑務所行きとなり、私たちの前から姿を消した。それから1年後、私の妊娠が発覚し、家族が増えることになった。夫の提案で、祖父が残してくれた遺産で、私の実家の近くに家を建てることになった。住所はもちろん、義母に教える気はない。あの事件がきっかけで、義母は誰からも相手にされなくなり、出所後の生活は絶望的だった。義母からは、刑務所から何度も手紙が届いたが、一度も読まずに捨てた。夫は実の母のせいで、私が危険な目にあったことをいつまでも気にしていた。そんな夫に私の両親は、あなたは何も悪くない、と言い続けた。夫は私の両親を実の親のように慕うようになり、今ではすっかり心を開いている。これからは義母に怯えることなく、家族で幸せに暮らしていけそうだ。